今回は126を引き上げてきた時からずっと開けられていない燃料キャップの取り外しと、あとはレストアナンバー6で外したガソリンタンク、これを外す時にボロボロになってしまったフューエルホース、これを車体から取り外していきたいと思います。それではやっていきましょう。問題はここですね。この前ね、ここにあったタンクを取り外して中清掃したんですけど、タンク取り外すときにね、ここのゴムがボロボロに壊れてしまってね、これを交換しなきゃいけないと思うんですよ。でね、これ見てみると、この部分から車内に入っていってるので、ちょっとね、車内の方見ていってみますか。で、ここがね、運転席の後ろの部分ですね。おそらくね、給油口がね、このちょうど裏側にあるので、ここら辺にホースが出てきてるんじゃないかなということで、ちょっとね、ここら辺を外してみますか。じゃあね、さっと見た感じ、ここがクリップで止まってる感じですね。もう下のクリップはないですね。でもこっちが割れちゃってて、で、ここに挟み込まれてる、下からこう挟み込まれてるっていうような感じですね。ちょっと開けてみましょう。このクリップがですね、結構いじられた形跡がありますね。助手席の座る部分が取れましたね。今ここの座席外して、そしたらこのシートベルトが溜まってるところが出てきましたね。で、ここを外していきましょう。なんか共回りしてる感じだな。裏ナットありますね。これリアのね、タイヤハウスのここですね、これ。結構錆がすごい感じなんで、CRC 拭いて、ちょっと時間を置いてから緩ませていきます。よし、取れましたね。取れました。サビサビ。これで抜けるかな？よいしょ。これでもう止まってるところはなさそうなので、いけないかな。
取れましたね。取れました。で、開きました。で、ここが給油口の部分ですね。で、こう下に行って、さっきの上に上がってってる部分のホースっていうのがここなので、まあここでね、このクランプ外して、下に抜けば外れると思うので、同じ系のホースを買えばいいかなと思います。あとはこれタンクの上側に繋がってたところが、まあ戻りみたいな感じですね。気化したやつかな。戻りみたいなやつなんで、このホースももう硬化してきてるので交換しちゃいましょう。なんでね、この部品ちょっと探してみてですね。で、あと問題は、ここですね。ぶっ壊しちゃった給油口のキャップ。これをね、どうしようかっていうので、もう鍵がボコボコなんですよね。で、まあ、こんな感じでもう空回りしちゃってるような状況なので、ちょっとね、これをなんとかぶっ壊して外していきたいと思います。でね、もう力ずくで行くしかないんで、このタケノコちゃんでね、ここぶっ壊していこうかなと思います。逆にタケノコちゃんが負けちゃってますね。じゃあちょっとね、タケノコちゃんじゃダメだったんで、普通のドリル持ってきました。これ入れてみます。しょ。取れました。シリンダー部分ですね。これで外れるのかな？まだ外れないですね。よし。これが外れましたね。この蓋の部分とスプリング部分。蓋部分とスプリング部分が外れました。中はこんな感じになってますね。
の先のね、この先の割れたプラスチックとかの破片を今取り外しました。でもまだなんかあるんだなぁ。どういうあれなんだろう。いやー、外れないですね。取り外したのはね、こんな感じの構造で、こっち側がキーシリンダーが入っていて、でここがね、なんかなみなみになっていて、ここをぶっ壊したから外れたと思うんですよね。で、ここにスプリングがある感じで、ここのなみなみが、こっち側の中の、こことね、噛み合ってたっていうような感じなんですけど、ここでもう行き止まりなんですよね。特にここから中に何か繋がってるわけじゃなくて、だから鍵のロックを外すと、どういう機構になるかっていうのが想像つかないんですよね。この中できっとロックされて、これが蓋本体なんですよね、きっと。これをね、こう押してもね、こう凹むわけではないので、かといってこれも回んないんですけど、だからぐるぐるさっき回ってたのは、黒いキャップだけ回ってたんですよね。なんでもうこの蓋自体が固着しちゃってるのか何なのか、ちょっと今わからないですね。ひとまずちょっと固着してるっていう前提で、ここに CRC また吹いてみて、前も吹いたんですけどね、ちょっと置いてみますか。でね、一晩置きました。CRC がちゃんと浸透してるかどうか見てみましょう。やっぱダメですね。硬いですね。でね、ここの構造がどうなってるのかっていうのをネットで調べたんですけど、日本語のサイトも出てこないし、英語のサイトも出てこないし、なんでもう全くわからないポーランド語のサイトまで行ってね、なんとなく同じような写真が出てきて見てたんですけど、構造で言うと、このキャップが、このキャップにですね、こうシリンダーが入ってて、で、この中のギザギザと傾合して、そこでこう開け閉めするみたいな感じの構造っぽいかったんですよね。っていうことは、これがもう完全に固着してるって考えるのが自然かなっていうことで。なんでね、もうこれ何やっても取れないんで、ちょっと裏側からね、配管外していけるかどうかっていうのをやってみます。で、裏側はこんな感じですね。ここがさっき見てた給油口側。で、これが反対側がボロボロになっちゃってるゴム配管ですね。で、これ自体は、ここで、よいしょ。ここで1点で止まってるのかな？ここで1点止めかなって感じなんで、そこを外していきたいと思います。これももう割れかかってますね。取ってきます。で、これですね。よいしょ。取れました。こっちが下がもうボロボロ、上がもうボロボロですね。外れはしたんですけど、結局ね、この返しが、こことここの部分の返しがあるので、あっち側には抜けないですよね。で、こっち側はね、こう蓋が邪魔になっちゃってるから、一応ね、当初よりもガタつくようにはなったので、これでね、ここの部分、固着してるだろうっていうことで、こいつを無理やり外すよう頑張るしかないですね。
やー、硬いっすね。でもなー、これと同じのをね、ポーランドのサイトとかでもなんか見つけらんないんで、まあ日本でもね、もちろん見つけらんないんですよ。再使用したいんですよね。鍵穴ぶっ壊しちゃったけど。なんでね、あんまりね、工具でやりたくないんだよな。こっちのね、裏側からね、ギリ、こう、蓋の裏側が見えるので、そこをはたいていけないかな作戦でいきますか。いやー、開かないですね。CRC をぶっかけて、時間を置いてまた回したけど、回らないので、ちょっとね、蓋のね、蓋の裏側というか、見えてるんですよね。写真の動画だとちょっとわかりづらいか。見えてるんですけど、こちらから CRC とか入れてもね、効かないので、ちょっとね、これでちょっとタンクと一緒で、灯油で溶かす作戦やってみますか。ガソリンで固着してるのかはわかんないんですけど、そこがね、外れないんですよね。じゃあこれで穴をかわして浸すような感じで、これで灯油入れていきます。もう穴かわせてんねえな。これでちょっと、灯油に浸して様子見ですね。ではね、灯油につけて1週間ほど経ちました。これで外れるんですかね。ちょっと中を覗いてみますか。もう灯油は乾いちゃってますね。ちょっとこれで、また回してってみます。やっぱ変わらないですね。じゃあ次はね、貫通ドライバー使ってみようと思います。裏にね、この外したんでね、隙間ができたので、裏から貫通ドライバーではたいてこれが取れないかなっていうのをやってみようと思います。お、取れた。やったー。
やっと取れましたね。やっぱただ固着してただけっぽいっすね。ちょっと清掃してみますか。こっちも取れました。なんかグリスみたいなのついてますね。グリスが固着してたのかな。だからネジ山になってるわけでもないし、もともとどういう構造だったんだろうな。まあこれ止まるわけじゃないんですよね。これもしや、骨地山かな。骨地山で、ネジ山ごとぶち抜いちゃった可能性出てきましたね。ここがもう固着してんのかな。なんかね、結構バリとかあって怪しいんですよね。いやー、これ多分、間違いないですね。ここにネジ山切ってあるっぽい感じがするんで、本当はここやっぱネジ山だったんですね。ネジ山でこう噛んでて、こう、蓋を外せる構造だったと思うんですけど、多分もうここが固着しちゃってて、もう溶着しちゃってる感じですね。なんで外れなくて、まあ私がこっちからこうずっと叩いてたら、取れたけど、まあアルミなんでね、取れたっていうような感じだと思います。さて、これをどうするか考えないといけないですね。これパーツ売ってんのかな？探してみますか。じゃあ今回はね、126手に入れた時からずっと開かなかった給油口ですね。まあ無理くりでもね、開けることができたので、まあよしとしましょう。で、あとはタンクにつながっている方のホースもね、取ることができました。で、これはね、汎用品でも使えばいいかなと思ったんですけれども、びっくりしたのはですね、こっちのね、給油口側が 50mm で、タンク側が内径 40mm なんでね、まあ、見た感じもそうなんですけど、サイズが変わってるんですよね。なのでこれはもしかしたら純正品じゃないとダメかもしれないですね。今回外したここら辺の部品をね、ちょっと探していきたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。